子育て中です。最近、子供の自己肯定感を高める、このような育児書が流行っています。無我を説かれている仏教では、自己肯定感というのはありえないのでしょうか。もしくは、健全な自己肯定感というのはあるのでしょうか。仏教を学んでいる親としては、あまり子供の自己肯定感にこだわらない方が良いですか？教えていただけるとありがたいです。はいね、これでこれ即世間でね、金儲けるためにみんな仕事をしなくちゃあかんでしょうね。だからみんなそれぞれ自分の分野で何とかしてそれなりの収入をいただいているんですね。だから教育関係の仕事をしている人々はそうやって自己啓発的な本をね、子供向けにも書いたり、やってますけど、みんな自分たちがその分野でプロやと思っているだけで、誰一人も心の専門家じゃないでしょうね。生命に対するの問題に対する専門家じゃないでしょうね。ほんのわずか知ってるだけでそれもろくなことじゃないんですよ。だからずっと世界は曖昧で中途半端でガタガタで回転しているんです。それは感染にもならないし、例えば教育方法ありまっても、それなりの人々は、教育関係の人々は考えて作ったシステムなんですね。自分たちがプロやと思って考えて作ったんだけど、結局は子供の心すべて知り尽くしてないんだからうまくいかない。そうすると次の世代の教育者たちがもうちょっと改良する。その人々も同じ全て知ってるわけじゃないんで、次の世代はまた改良するという、そんな流れでしょ、人生は。はい、これで決定ということは一切ないんです。で、困るのはみんな、はい、これで決定バーンということを言いたがるんですね。それはありえないんですね。だから自己肯定の流れもね、そんなに真剣に悩んだり考えたりする必要はないし、そんなに真剣に乗らなくてもいいしね。ただよく言ってることはね、至って単純なことでしょ。子供は何でも嫌だ嫌だというふうに何もやらないでいるよりは、これが面白い、これが面白い、これがやりたい、あれがやりたいと言いながら言う性格の方がなんとかよろしいということだけの話でしょうね。だから仏教は知らないところでこの自己肯定がすごい危険なところに持っていっちゃうんですね。自我出張に持っていっちゃうんですね。だから自我出張しないならばいいんだけど、自己肯定っていうのはね、ただ真剣にやれば相当できますよ程度でしょ。そんなに本格必要ないんです。子供たちにちょっと真剣にやろうと思ったら結構うまくいきますよ。それだけの言葉なんです。これの専門分野まで現れてるんだから。だから親として子供にとってはあんた真剣ではなかったんだからね、集中してなかったんだからね、だからダメになっちゃったとか、そこでそんな感じで批判もしないで、失敗したポイントだけ教えてあげる。あるいはだってうまくいくわけないでしょうね、あんた集中しないんだから。でそんな程度で言えば子どもたちはなるほどとそれを理解するんです。子どもでも非難されるのは嫌なんですね。
しかし間違い点を教えてくれるのはふんわり方があるんです。字を書く場合はね、なかなか書けなくても腹が立ったとこでもね、姿勢見たらね、書けるわけない。あんた姿勢間違ってるんだからね。あんた足を振ってるでしょ。これ字は書けませんが、そんな感じ。もう猿みたいですからね。猿は字はまともと書きませんだからね。だからしっかり人間らしく座ってみて、肘を正しく揃ってみて、そんなとで間違ってるところだけ子供の教えてあげたら、子供はありがたくそれやるってくれるんですね。まあ自己肯定についてはまあそんな程度の話ですよ、私の答えは。まあ自己肯定という即世間でいうことは別に気にしないで、まあそれはそれに流れに合わせてください。まあ自我出張してはいけませんと。私は何々って。まあそこは子供に仏教的に教えてあげてください。自我出張しなくても自我がないと分かっても、伊藤がやってる仕事は成功させなくちゃいけないんですよ。例えば夜金悟った人は車を運転する。まあ自我がないんだから事故起こってもいいよっていうことじゃないでしょうに。自我があろうかなかろうか、トロフィーがもらおうかもらわなかろうか、自分に与えられた仕事は正しくやらなくちゃいけない。それはもう悟った人にも悟ってない人にも、まあ、同じ条件ですね。だから子どもたちはもう自我出張しないで、自己肯定っていうのはやるべきことはしっかりやる性格、そんな程度に、コントロールしてください。